麗なお城の中、少女はガラスの靴を履き、王子様と幸せになりました。これは少女が運命の相手と結ばれる幸福な物語。しかし少女はこの物語に不満がありました。靴でしか見分けがつかなかった王子様に、理不尽に自分を虐げてくるママ母とその娘たち、そして何より少女を綺麗な人が気まぐれな愛によって救われる、そんな都合のいい話の道具にした作者。少女は自らの物語を書き換えるため、身をもって味わった卑劣な手で作者復活を志すのでした。再構築されるライブラリの中をシンデレラは優雅に歩いていた。その足取りはまるでお城の舞踏会に向かう淑女のよう。それならその先にいる人物はもちろん決まっている。やっと見つけた、私の王子様。彼女は優しく微笑むと、黒い人影に手を伸ばし、その頬を思い切り打った。さっさと私の望む物語に書き換えな、このクソ作者。頬をぶたれた影がうめくその様子に、シンデレラは眉を潜める。まさかあんた、ナイトメア化しつつあるのか？兄さん、どこ？私は。なるほど。あんたはグリム弟の方か。私は弟？正気を失ってやがる。ショック療法といくか。悪く思うなよ。やっと見つけた作者。グリム兄弟の弟ヴィルヘルムはダダをこねる子供のように腕を振り回す。手加減も何もないそれは予測できない純粋な暴力となってシンデレラを襲った。復活したと思ったらこれかよ。焦るシンデレラの脇腹を弟の攻撃がかすめる。このままでは消耗戦だと舌打ちする彼女の目の前で突如弟が咳き込んだ。体を折り曲げて苦しそうに息を吸うその体からはぜいぜいと全鳴が聞こえる。そういえば弟は喘息だったね。シンデレラはにやりと笑い、弱ったヴィルヘルムを拘束した。
完全な復活の割に抱えていた病気はしっかり再現されるなんて皮肉だね。確か弟は喘息の他に心臓病もあったか。大変だ。かわいそうにね。行くよ。私に協力してくれるなら優しく介抱してあげる。私が家庭的なのは作者のあんたがよーく知ってるだろう。ほら、ドロドロに甘やかしてあげるわ。これは痛いよ。それとも痛みで支配される方がいい？拷問ならいくらでも。ああ、手は潰さずにいてあげようね。物語が書けなくなるから。こんなもんか。まずはあんたが書いた物語のように足のかかとの肉を削いでサイズの合わない靴を履かせてあげましょう。それでも合わなければつま先を。
おや、震えてるね。拷問は怖い？少しは話が通じるようになったか。じゃあ作者様、改めて聞くよ。私に協力する？いい子だ。バターもあるよ。歯ごたえないね。それじゃあ質問だ。単刀直入に聞くけど、この世界における作者という存在はどういう役割でどんな力を持っている？こんなもんか。登場人物である私たちに知らされていない作者のみが知るルールはあるか？疑心と暗鬼から聞いていることは？欲望とは何だ？その攻撃、うぜんだよ。歯ごたえないね。あ、作者。私はそう、作者だ。シンデレラを書いた。蔑まれた娘が王子様と結婚する話。義理の母と姉たちが欲望まみれの話だ。
巻き込まれたかったらどう？もう終わり？作者ルールは。正気を取り戻したグリム弟は上ごとのようにつぶやいている。シンデレラの質問に答えようとはしているが、記憶と知識と知性がまだバラバラになっているようだ。病は完全、重要な部分は不完全。まったくよくできた復活劇だ。シンデレラは髪をかき上げ、ため息をついた。壊れた機械は叩けば一時的に動くというし、もう少しぶったたいてもいいかもね。募り始めた苛立ちをシンデレラはグリム弟にぶつけることにした。答える。だから拷問はやめてくれ。作者の役割は、この世界のルールは、ダメだ。知っているはずなのに思い出せない。まったく役立たずだこと。グリム弟は頭を抱えるばかりで質問に答えない。いや、答えられない。それが分かっただけでも収穫か。シンデレラは彼を苛む手を止めて現状の再認識を始めた。作者は復活したが不完全である。記憶に欠落がある。元に戻す方法は今のところ不明。そこで彼女はふと気がついた。兄か。グリム弟がいるなら兄も復活しているはずだ。作者はグリム兄弟なのだから。あんたの兄貴に会いに行こう。協力してくれるでしょう。グリム弟は怯える瞳でうなずいた。